私は不動産会社で事務職をしている。社長がとてもいい人で、社内の居心地も良く、職場環境に一切不満はなかったのだが、1年前、そんな生活がガラリと変わってしまった。その理由は、社長が変わったこと。自分の好きだった会社は一瞬にして変わり、事態は悪化する一方だった。そして、あることがきっかけで、私は社長室に呼び出された。あんたみたいな反抗的な社員は、他の会社もいらないと思うけど、せいぜい頑張ってね。私の名前は堀内美代。今年で27歳になる。仕事は不動産会社で事務職をしている。社長がとてもいい人で、社内の居心地も良く、職場環境には不満はない。業績もそれなりに良く、給料も十分もらっていた。しかし、そんな生活がガラリと変わってしまったのは1年前のことだった。社長が変わったことにより、会社は大きく傾き始めてしまったのだ。しかも、そんな状態の中で、社長令嬢までもが入社してきて、事態は悪化する一方だった。前社長は社員思いで、周りからはとても信頼されていた。仕事に対しても常にまっすぐに打ち込んでいて、誰よりも早く来て、一番遅く帰るのが社長だった。責任感も強く、性格上自分が一番頑張っている姿を見せないといけないと思っていたようだ。しかし、その性格が自分自身を無理をさせすぎてしまい、体を壊してしまった社長は、そのまま帰らぬ人となってしまった。その後は長男が次期社長に就任したのだが、これがすべての始まりだった。社長という肩書きを利用して、社員には高圧的な態度をとり、経営に関することのほとんどは役員に丸投げしていた。それだけでなく、公私混同もひどく、社用車をプライベートで乗り回したり、個人的な買い物や旅行代までを経費で落としていた。そして、いつもその尻拭いをさせられるのはこの私。どう考えても経費では落とせないものも、事務員なんだから何とでもなるだろ。社会人としてそういうところは気を利かせられないとな。などと無茶苦茶なことを日頃から言われていた。極めつけに社長は自分の権限を使い、自らの娘を入社させたのだ。娘の名前はエリカ。この会社に入るまではずっとフリーターだったそうだ。社長が社長ならエリカもエリカで、社長令嬢という自分の立場に甘えて、全然仕事をしようともせず、会社でだらだらと時間を過ごしては、定時になるとすぐに帰っていく。他の社員は毎日忙しく日々を送っているのに、彼女はパソコンでネットを見ていたり、携帯をいじって遊んでいるだけなのだ。それだけでも社員からはかなりの反感を買っていたのだが、エリカの凄さはこんなものではなかった。彼女はかなり男性好きのようで、気に入った社員に積極的にアプローチをしているらしいのだ。仕事をしていても関係なく話しかけるので、業務にも支障が出始めている。誰が見ても給料泥棒としか言えない彼女に、
社員全員が呆れていた。そしてある時、一人の社員が勇気を出して彼女に注意すると、エリカは逆ギレし、社長である父に告げ口をしたのだ。すると、その社員は何も悪いことをしていないのに、減給処分を命じられた。その社員はとても優秀で正義感も強く、会社には絶対的に必要な人材だったのだが、この会社の方針に愛想を尽かし退職をしてしまった。そして、この一件によってエリカに口出しする人は誰もいなくなり、彼女はそれまで以上に調子に乗っていった。同僚だけでなく、上司にまでタメ口で話すようになり、自分勝手な言動も日に日に増えていった。不運にも私は彼女と同い年ということもあり、彼女の話し相手をさせられることが多々あった。ねえ、この辺に美味しいご飯屋さんってない？イタリアンとかがいいかな。どれだけ真剣に作業をしても、彼女はお構いなしで話しかけてくるので、全く仕事に集中できず、はっきり言ってかなり迷惑だった。いつまで経っても仕事が進まない私は、すいません、ちょっとわからないですね。調べてみたら出てくるかもしれませんよ。と片手間で返答していると、彼女は私のその態度が気に入らなかったようで、私に対して嫌がらせをするようになった。備品を隠されたり、大事な書類を勝手にシュレッダーにかけられたりもした。しかし、それだけでは物足りなかったようで、私への悪口も目立つようになってきた。あなた、そろそろ適齢期なんじゃないの？そんな仕事ばっかりしてないで、早くいい相手探さないと。まあ、あなたみたいな底辺は、なかなか素敵な人には巡り会えないとは思うけど、今のままだと一生結婚なんてできないよ。こんなことを言われても、反論すれば社長に報告されるだけだし、相手にするだけ時間の無駄だと割り切ってはいたが、毎日のように言われ続けていれば、ストレスも溜まっていく。そんなある日のこと。ちょっといい加減にしてくれる？あなたが働かないのは100歩譲って我慢するとして、私の邪魔までしないでほしいんだけど。と思わず声を荒げてしまった。すると彼女は何も言い返してくるわけでもなく、にやりと笑い、その場を去っていった。そして案の定、私はすぐに社長室に呼び出された。君、事務員のくせに社長令嬢に偉そうな口を聞くなんて、なかなかいい度胸をしてるじゃないか。社長は私の話を一切聞こうとはせず、淡々と話し出した。もちろん私は今回の経緯を説明したのだが、うちの娘がそんなことするはずがない。と、社長は聞く耳を持たない。そして最後には思いもよらない決定を下したのだ。これ以上君がエリカに反論できないように、明日からはうちの娘をお前の上司とする。そうすればもう歯向かう気にはならないだろう。仕事も一切できない彼女が上司だなんて納得できるわけがない。ちょっと待ってくださいよ。いくらなんでもむちゃくちゃすぎませんか？私は慌てて反論すると、そうか、娘だけでなく
私にまで反論するのか。じゃあもう明日から会社に来なくてもいいぞ。社長のこの発言に、私は我慢の限界に達した。前社長が社員のために一生懸命育ててくれた会社なのに、この人のせいで全てが台無しだ。こんな社長の下では働くことはできないと思い、わかりました。辞めますね。私がそう言うと、そうだね。私もその方がいいと思うな。あんたみたいな反抗的な社員は他の会社もいらないと思うけど、せいぜい頑張ってね。エリカは笑いながら言った。明日にでも会社を辞めたいと思ったが、そんな非常識なことをしては、この人たちと同じになってしまう。だから私は、正式な手続きと引き継ぎを行い、退職することにした。しかし、最後まで、私には平穏な時間は訪れなかった。この会社では、退職する人がいると、送迎会をするのが恒例になっていたのだが、私の送迎会は開催されなかった。後で話を聞くと、エリカと社長の指示により、私の送迎会は禁止ということになっていたらしい。それでも仲の良かった社員が内緒で送別会を開いてくれて、そこでは見事に全員が社長親子の愚痴を言っていた。その様子を見ていた私は、この会社もあまり長くは続かないのではとは思った。短大を卒業してから一生懸命働いてきた会社が、そんな風に低迷していくのを見るのは辛かったが、退職する私からしたらもうどうでもよかった。その後、私はそれまで付き合っていた彼氏と結婚し、1年後には夫の経営する不動産会社で働くことにした。結婚した当初は町外れの小さな部屋を借りて営業していたが、夫婦で必死に頑張ったことで事業は軌道に乗り、今では駅前に大きな店舗を構えることができた。そんなある日、店に見覚えのある二人が訪ねてきた。以前勤めていた会社の社長と娘のエリカだ。いらっしゃいませと出迎えたスタッフの挨拶を無視し、相変わらず偉そうな態度をとっていた。するとエリカは私のことに気づき、あれ？あんた、こんなとこで何やってんの？と話しかけてきた。正直、彼女とは二度と話したくないと思っていたのだが、お客様である以上無視するわけにもいかない。私は正直に、結婚した後に夫が経営する不動産会社を手伝っていると説明すると、あんた結婚できたんだ。と驚きながらそう言った。なるほどね。だからこの店から一切センスを感じなかったんだ。外観も内装も全然ダメ。でも、あんたがいるって分かった途端、納得できたわ。彼女の口から出てくるのは、当時と一切変わらない暴言だけ。当然腹が立つが、店頭で怒鳴るわけにもいかない。私は拳を握り、怒りをこらえて、本日はどのようなご用件でしょうかと、無理やり笑顔を作る。そんなに焦るなよ。久々に会ったんだから、思い出話でもしようじゃないか。そんな意味不明なことを言ってきたが、
こんな人たちとのいい思い出話は一切ないし、仮にあったとしてもする気はない。大変申し訳ありませんが、現在業務が立て込んでおりまして、特に要件がないようであればお引き取りいただけますかと、店から出て行くことを促すと、はあ？何その言い方。あんた接客の仕方も知らないの？でもさ、こんな店で満足してるあんたの旦那も、よっぽどセンスがないんだろうね。駅前にあるから、ちょっと期待したけど、がっかりだわ。もしかして、かっこつけて、こんないい場所を借りちゃったのかな？そんな背伸びしちゃうと、後が辛いよ。この時、店内に他にお客様がいなかったのが不幸中の幸いだったが、彼女の声はとても大きく、事務所にいる社員たちにははっきりと聞こえていただろう。すると、彼女の声を聞いた夫が事務所から出てきた。そして、夫を見た二人は目を丸くして驚いていた。ん？彼女の夫は君だったのか。ご無沙汰しています。お久しぶりですね。実は私の夫は以前勤めていた会社の同僚だったのだ。部署は違っていたので、社内ではそれほど接することはなかったが、交際歴は2年以上経っていて、互いに結婚を意識しながら生活をしていた。夫も社長の横暴にはかなり不満をためていたのだが、私が退職した後もしばらくは会社に残っていた。自慢じゃないが、夫は営業部のエースで、会社には必要不可欠な人だった。私が退職した1ヶ月後に、私を追うように彼も退職したのだが、社長から必死に引き止められていたらしい。外観も内装も全然ダメですいません。一応県内には50店舗以上構えているんですけどね。それに特に背伸びはしていませんけどね。正直経営も好調なんで、特に悩んでもいません。笑顔でそういう夫は、営業時代に培ったスキルとその人脈を生かし、一気に事業を拡大させていった。彼の能力と人柄は周りからも評価されていて、この界隈でも注目の人物となっている。必死で引き止めた社員がこの1年でさらに飛躍していて、社長も相当悔しかっただろう。顔を真っ赤にして唇を噛みしめている。しかし、社長以上に興奮気味だったのはエリカの方だった。なんであんたなんかがケンジさんと結婚できるのよ。ひょっとして会社にいる時から付き合っていたの？彼女はさっきよりも大声で怒鳴り始めた。そうですけど、割と長いこと付き合っていたからみんな知ってると思っていたけど、あなたは知らなかったんですね。私は満点の笑顔で彼女に言った。実はエリカは夫にも猛烈にアプローチをしていたようで、社長令嬢という立場を使い、狙った男性社員を食い漁っていたらしい。その中でも営業部のエースだった夫は彼女の本命だったようだ。それでも夫はエリカに一切興味はなく、全くなびくこともなかった。この話は当時、夫からも聞いていたので、私自身も知っていた。何それ、なんで誰も教えてくれなかったのよ。
あなたに教えるほど仲良くなかったのではないですか？それに、そんなことを告白して、あなたの機嫌を損ねたら、減給処分になるんですよね、社長。私がそう言い放つと、二人は言葉を失い、二人揃って下を向いた。今になって夫を手放したことを後悔しているだろう。そして私は本題に入ることにした。で、社長が本日ご来店されたということは、どこか不動産をお探しということですよね。そう言うと、社長はおどおどしだした。まあ、そうなんだが、今日はちょっと気が変わった。また来るから、今日は帰ることにするよ。と逃げようとしたが、私はそうはさせなかった。まあ、そんなこと言わずにお座りください。と、半ば強引に二人を席に座らせた。そして夫は二人の後ろに立ち、逃さないように監視している。さっきまであんなに大きな態度だった二人は、別人のようにすっかり小さくなっていた。ああ、そういえば社長、オフィスの移転をお考えなんですよね。そう尋ねると、社長の顔色が一気に悪くなった。どうしてそれを？そりゃ、同じ業界にいれば、御社のことも耳に入ってきますよ。むしろ、知らない人の方がいないと思うのですが。すると、ついに社長は観念したようで、ため息をつきながら肩を落とした。実はあの会社は、ここ数年で急激に業績が傾き、かなりの危機的状況だという。まあ、この人が社長なら、こうなることは誰もが予想できるだろう。優秀だった社員も次々と辞めていき、業績の悪化に歯止めが効かない状態らしい。まあ、うちの店に来たということは、少しでも賃料を抑えるためだろう。そして、それだけ状態が良くないということだ。なかなか会社がうまくいかなくてね。と、弱々しい声でつぶやく社長に。それはそうでしょう。あの会社をあそこまで育てたのは前社長であって、あなたは何もしてこなかったわけですから。それだけでなく、かわいい娘には簡単に役職を与えて、会社を私物化するようなことをしていたら、社員からも業界の人からも愛想をつかされてるのは当然のことかと思いますよ。すると社長はバンと机を叩いて、うるさい。お前らに何がわかるんだ。それに、お前にはもう関係のない話だ。と大声で叫んだ。そこで冷静に話し出したのは夫だった。そうやって気に食わないことがあると、すぐに高圧的な態度を取るんですね。そりゃ社員たちも歩み寄ってこないでしょう。夫は辞めていた同僚たちから社長の言動を聞いていた。業績が悪くなったことを社員のせいだと言い、日頃からパワハラを繰り返したことで人材が離れていってしまったのだ。今では社長の会社は界隈でも有名なブラック企業として扱われている。これまで会社の成長に貢献してくれた人たちに対して、そんな扱いをするだなんて考えられませんね。ああ、これは余談ですが、未払いの残業代って3年間遡って請求することできるんですよ。私は現在、元同僚たちの相談に乗っていて、御社を訴える準備は着々と進んでいます。
もし全員分の請求が認められた場合、どうなりますかね。夫が微笑みながら詰め寄ると、社長は開き直ったのか、突然夫の胸ぐらを掴んだ。さっきからおとなしく聞いてりゃ調子に乗りやがって。ふざけるのもいい加減にしろ。それでも夫は全く動じない。これまで自分がしてきたことを洗いざらい告白された後は逆ギレですか。情けないですね。挙句の果てには暴力。そちらがそのつもりなら、私はおとなしく警察を呼びましょうか。そしたらあなたは現行犯で逮捕されて、それこそもう終わりですね。はっと我に返った社長はすぐに手を離した。エリカ、帰るぞ。そう言い残し、店を出て行った。その後、夫の言葉通り、元社員たちは一斉訴訟を起こし、裁判の結果、未払いの残業代の請求がすべて認められた。それによって取引先からの契約はすべて打ち切られ、間もなくして会社は倒産した。あれだけ信頼していた社長が育ててきた会社がなくなってしまったことはとても残念だが、今度は私と夫で自分たちの会社を育てていき、いつか社長に自慢できたらいいなぁと思っている。それが私たちのできる社長への一番の恩返しだと思っているから。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。